じゃあここで突然、ストリートスクランブラー買って良かったこと、ベスト5いきます。第5位。でれん。意外に壊れない。今回、このバイク初めての外車だったんですけども、やっぱり外車ってとてもなんか壊れんじゃねえかっていうそういうイメージがあるんですよね。で、ただこれ買って2年ちょっとになりますけれども、壊れたことはないですね。唯一、一番最初にですね、バイク屋さんに初めて定期点検っていうのを、出した時にお願いしたのが、右側のこのクランクケースのあたりから、オイルにじみがあったことですかね。オイルにじみ、オイル漏れまでいかないですけども、まあ高速とか走ってるとこのブーツにちょっとオイルの雫がちょっとついたりしていることがあったので、まあオイルにじみぐらいなのかな、オイルにじみと言っていいぐらいのものだと思いますけれども、それがあったので一応それを、直してもらったというか、そのクランクケースを止めているボルトの、シーリングが甘かったみたいで、それを、液体パッキンを塗ってまたボルトをねじ込んでもらったっていう処置をしてもらいました。それはなんかあるあるみたいで、それをやってもらってからは全くにじみはなくなりましたね。あとは故障っていう故障は本当なくて、まあ自分が一回立ちこけした時のクラッチレバーの折れたっていうぐらいで、それはまあ故障じゃないですからね。自分が起こしたものだったので。あとはないかな。あとは特段本当に何にもオイル交換して乗ってるぐらいで何の問題もないですね。そうですね。あとは空気、フロントのタイヤのエアがすぐ低くなることですかね。それぐらいかな。まあそれ空気入れてればいいので、2ヶ月に一遍ぐらいエア補充してればいいかなと。リアはそんな落ちないんですけど、フロントですね。まあそれ気使ってる程度です。ということで、トライアンフストリートスクランブラー、意外に壊れない。これが第5位です。続いて第4位。でれん。クラッチが軽い。クラッチですよね。クラッチ操作。本当に軽いです、これ。前乗ってたブラックバードがですね、本当に重かったので、それと比べたら本当に何の気にもならない動作となりました。これでツーリング行っても全く辛くありません。一回も左手が痛いなんて思ったことはありません。これはね、なんつったっけな、なんかクラッチの機構があるんですよね。スリッパークラッチだかなんかそういうものがあって、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、その機構のおかげでクラッチが軽いと言われております。第4位、クラッチが軽い。続いて第3位。てれん。3位はですね、乗り心地ですね。このサスペンションの性能といいますか、この本当に乗り心地、全体の乗り心地で、乗車姿勢もそうですし、このシートの硬さも材質もそうですし、あとは何といってもサスペンションが、まあオフロード向けにきっと作ってるんでしょうね。ストロークが結構大きいように感じます。そのおかげで本当にこういった市街地は何の問題もなく、ストレスもなく走れます。前のバイクではよくこのマンホールの上を通過するのが本当に気になったり、ちょっとした工事の段差がすごく気になって走っていたんですけれども、今のこのバイクは全くそれが
なくなりました。なので本当に気にせずに走れる、こんなねストレスフリーなねバイクはないっすよ。私はそう思いますね。だからこの乗り心地はいわゆるこのブロック風タイヤとスポークのホイールとこのサスペンション、このバランスでうまいことふんわりとした乗り心地につながってるんだと思います。第3位は乗り心地でした。続いていきます。第2位。でれん。第2位。やはりこの音ですね。音。このね、アイドリングもそうなんですけども、この発進した時の特にね、スタートした時のドコドコ感、あとはこの通常のこの低速域のこのツインのドコドコ感、これがねたまらんですよ。これを求めて私買いましたからね、このドコドコ感たまりませんね。今までやっぱり並列の4気筒ばっかり乗ってきたので、もうそれに慣れちゃってたんですよね。で、並列4気筒はやっぱりいいですよ。とても優れたやはりエンジンだとは思いますけれども、このね並列の2気筒っていうね味わいもまた本当に飽きのこないね音であってね、でこのトルク感がやっぱり2気筒ってこうドコ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 っていうねこの感じがねとてもパワフルで、下からぐーっとこうお尻からこう突き上げられるようなね加速感なんですね。これがたまらんのですよ。でやっぱりこのノーマルマフラーも乗ってる人に対して心地よい音を感じさせる音量設計になってますよね、これ。だから十分だと思います、この音は。私はこのノーマルマフラー大好きです。ちょっと番外編。第 2.5 位。このね、U ターンのしやすさ。とってもね、このバイク、U ターンしやすいんですよ。本当にこの街乗りをしていると、やっぱ U ターンのシチュエーションってあるので、その時に何の気兼ねもなく U ターンできるっていう、私のこの行動範囲に対してこのバイクぴったりですね。この U ターンのしやすさ 2.5 位です。で、2位は音でした。そして第1位はてれん、かっこよさですね。この容姿ですね、やはり容姿、この形、色、大きさ、すべて私はこれ大好きですね。これはもう個人差そのものなので、私はっていう話になってしまいますけれども、特にですね、コンビニから出てきた時のこのバイクの姿を見た時の、コンビニから出てきてバイクに向かう時にバイクを見た感覚、これがですねたまらなくめでるんですよ。俺のバイクかっこいいっていう感覚に。あれは何なんですかね。人のバイクにあんまりこうその感覚がないですけども、やっぱり自分のバイクってなると別ですよね。やっぱりこのコンビニから出てきてバイクに向かう時だとか、ちょっとしたなんか休憩のために止めて戻ってきた時に自分のバイクを見た時っていうのはやっぱり、あ、かっこいいな、このバイクかっこいいなって思っちゃうんですよね。よかったです。これは本当に買ってよかったです。3年目ですけど全然まだ飽きておりません。大切に乗っていきたいと思います。第1位はかっこよさ、スタイル、容姿ですかね。第1位は形でした。いやー嬉しいね。こうやって乗れてることが嬉しいじゃないですかね。ということでね、こいつを大事に走っていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。それでは、バイ。